皆さんこんにちは。海外在住トレーナーのようです。今日はですね、日本とアメリカのフィットネスへの取り組み方、考え方への違いについて話していきます。メインとなってくるのが30代を超えた30、40、50、60、それ以上の人たち。これ向けに、今日はメインで動画を撮ってるので、20代もしくは10代の人は、ここでやめてもらっても構わないし、今後の自分の将来に向けて参考になる動画だと思うので、引き続き見ていただいても結構です。はい。日本でもかなりフィットネスの方が盛んになってきて、24時間のジムとか、増えてきたと思うんですよね。で、やっぱりアメリカっていうのはフィットネス先進国で、ジムの数も多いですし、ジムの会員になってる人も多いんですよね。で、ざっくり言うと、アメリカって大体18%、人口の20%弱の人たちがジムの会員になってます。で、日本もやっぱりジム増えて、ジムに通う人増えてきてると思うんですけども、それでもやっぱり人口のまだ3%ぐらいっていうふうに言われてます。やっぱりかなり差がありますよね。アメリカに来て感じるのが、フィットネス、ジムに行くことっていうのは、もう生活の一部になってるんだなっていうのを感じます。僕がフロリダにいた時の最高齢のお客さんは96歳でしたね。96歳の男性の方、奥さんと一緒に杖ついてくるんですよ。毎朝ジムに。で、日本のイメージだと、きっとトレッドミルとかバイクちょっと漕いで30分ぐらいやって帰るのかなと思うんですけど、彼らはマシンやっていくんですよ。レジスタンストレーニング、マシンを使ったウェイトトレーニングをしっかりやっていきます。ここにやっぱり日本とアメリカの差が顕著に出てるなっていうふうに思うんですよね。やっぱり日本ってまだその若い人や何か競技をやってる人、スポーツをやってる人がジムに通うよね。それ以外ってあんまりジムって馴染みがないものだと思うんですよ。ね、ボディービルとかフィジークとかやってる方だったらそんなことはないと思うんですが、一般から見ると多分ゴルフやってるとか、犬の散歩行ってる。多分この辺が健康、日本でいう健康な行動をしてる人たちって言われるレベルだと思うんですけど、アメリカは当然犬の散歩もするし、ゴルフも行くんですけど、やっぱりそのジムで汗を流す時間っていうのは圧倒的に多い気がしますね。で、アメリカではもうほぼ常識になってるんですけど、年齢が上がっていけばいくほど、レジスタンストレーニング、負荷をかけたトレーニングが必要だっていうのはもう常識化されてます。なんでかっていうと、30代を境に僕らの筋肉ってもう衰えていく一方なんですよ。30代までは筋肉って運動そんなにしてなくても筋肉が減ることってないんですね。でも30代を境にそのホルモンの影響もあるし、エイジングの問題もあるので、そこからもう一日一日筋肉は落ちていっています。トレーニングしなければ。なので、年齢が上がっていけばいくほど筋肉、それと骨に負荷をかけていかなきゃいけないんですよ。筋肉落ちるし、骨も脆くなってくるんですね。骨粗鬆症とか、女性の方特に問題になってると思うんですけど、負荷をかけたトレーニングをやっていかないと、筋肉、骨っていうのはどんどん弱くなっていきます。なので、健康っていう観点から考えると、20代とかは別に運動とかしなくても筋肉落ちないし、健康診断行ってもそこまで毎日暴飲暴食してるような生活じゃなければ、健康診断でそこまで引っかかることってないと思うんですよね。仮に引っかかったとしても、精密検査、再検査やる必要まではないけど、気をつけてねぐらいのレベルで健康が保たれてると思うんですけど、やっぱり30代、40代になってきて、で、トレーニングとか全くしてないと、やっぱりそのツケがやっぱり回ってきます。一気にその筋力、骨が脆くなるので、転んで怪我したり、つまずいた時にパッて足が出なくて、そのまま倒れて骨折しちゃったりとかっていうケースが年齢が上がるごとに高くなっていきます。アメリカではやっぱりそこの部分がしっかり認識されているので、もう高齢って言われる人ですね。先ほど見て96歳の人もジムに来てトレーニングやってますけど、本当にもう定年退職した人なんかはもう本当に毎日ジム来てます。ジム来てカーディオじゃなくてしっかりとトレーニングやってます。別にフリーウェイトじゃなくてもいいんですよ。高齢者の場合は安全に骨に圧、筋肉に圧をかける必要があるので、もうマシンのトレーニングで十分なんですけど、それをやっぱり一通りのマシンやってかれるんですよね、皆さん。やっぱり健康を保つためには、やっ
ぱ食事、睡眠、運動。この3つが大事だっていうのは、もう本当に定着してて、やっぱり日本だとこの運動っていうのはやった方がいいんだろうけどっていうレベルだと思うんですよ。食事気をつけてなるべく睡眠取るようにして。運動っていうのはプラスアルファみたいな。アメリカではこうプラスアルファではないんですね。もうそれも衣食住の本当に必要不可欠なものの一つとして運動っていうものはかなり入ってます。当然アメリカだとまた別の問題はあるんですよね。OB、肥満だったり、糖尿病、あと心臓病。この3つに関してはすごくもう比べ物にならないぐらい日本よりもこの問題を抱えている人は多いです。なので一概には言えないんですけれども、でもトレーニング、負荷をかけたトレーニングに関してはアメリカの方がかなり進んでいるので、人々の認識もかなり高いです。で、聞いたことあると思うんですけど、アメリカ医療が高い。なんとなく聞いたことあると思うんですけど、とんでもないんですよ。例で言うと、僕の友達が風邪ひいたと。で、医者にかかりました。医者は触診とか診断して、これ風邪ですねと。ゆっくり家に帰って休んで、2、3日休めば大丈夫ですよって言って、で、友達は、薬とかいらないですかみたいな。薬とかもらえますかって言ったら、いや、薬いるレベルじゃないですよ。って言って、わかりました。で、多分、5分、10分も多分話してないんですよ。5分ぐらいの会話ですよね。で、はい、お大事にしてください。ありがとうございます。で、料金が4万円です。保険適用後で。はい。で、僕がいたビーダーにいた時の同僚ですね、が保険料について話してて、で、そいつは奥さんいて、子供がちょうど生まれたと。3人家族なんですけど、で、保険について話してて、いや、保険やばいんだよね、みたいな。保険クソ高いんだよねって言ってて、日本のイメージは多分保険クソ高い。月5万ぐらいかなと思ってたんですよ。僕の予想ではね、話を聞いてて。で、そしたら、その当時のレートで、3人分の保険ですね。毎月、月額ですね。26万です。26万保険料だけで。で、病院行っても、保険適用後でも、風邪だけで4万払ってるんですよ。それ別の友達ですけど、26万払ってるのに、なんで病院の窓口で4万円も払わなきゃいけないのかっていう話なんですけど、アメリカの医療システム終わってるんですよ。なので、そういう OB とか肥満、糖尿病、心臓病、高血圧とかのリスクはすごい高いんですよね。アメリカ人の人たちって。そういう人たち多いんですけど、でも自分の体は自分で面倒を見なきゃいけない。自分でメンテナンスしなきゃいけないっていう意識が強いので、やっぱりジムにも行くし、パーソナルトレーナーつけて、その自分に対して投資をするっていうこともかなり一般的になってます。その友達から月々の保険料26万って聞いた時に、それもう家賃じゃんと思いましたね。もうショックすぎてびっくりしました。そういう、医療制度なので、やっぱり自分の健康は自分でメンテナンスしていくっていう考えが強いんですね。なのでやっぱりそのドラッグストアも買えるサプリメントの数が多いんですよね。やっぱりもう病院にかかるお金を考えた時に、いやそんな簡単に病院行けないよと。自分で治さなきゃっていう考えなんで、なのでそのドラッグストアの医療品、サプリメントも充実してる背景があります。だから日本でもよく聞くのが医療負担費が上がって、そういう声が上がってるのもわかるんですよね。前よりも上がるわけですから、それは文句が出るよなとは思うんですけど、アメリカだとそういう状況なんですね。それから考えると3割負担で、風邪ひいて病院行って2000円、2500円払うっていうのは僕はすごく恵まれてるし、やっぱり医療費が安い反面、風邪ひいたら病院行けばいいや。何かあったら病院行けばいいや。って思ってると思うんですよ、日本人の人って。そんなに大したお金かかんない。アメリカだと、じゃあその風邪で4万円ですよ。で、じゃあ手術ってなったら簡単に100万円超えるんですよ。本当に。2、3日入院でとんでもない金額になっていくんですよね。だそれ考えると、僕は少し日本の人たちは、この日本の素晴らしい医療制度、保険制度にちょっと甘えすぎてるんじゃないかなって僕は思うんですよね。なので、よく昔から体は資本っていう話するじゃないですか。体は資本だよって、だから大事にしなきゃいけないよって言ってはいる割に、自分の体にじゃあ投資してる人ってどれぐらいいるのかなって僕は思うんですよね。そうなんですよ。やっぱ自分の体が資本だったらそこに投資していって、どんどんやっぱり良くしていくべきなんですよね。やっぱりその考えを持つと、何にお金をかけなきゃいけないのか、何に時間を使っていかなきゃいけないのかっていうのが分かってくると思うので、今日はですね、その
高齢者というか、年齢が上がってきた人に対して、やっぱりもう一度自分の健康、将来的な健康、今大丈夫だからって言ってやらない人が多いんですけど、10年後の自分は、その今の自分のその日常の生活習慣が結果として返ってくるので、今将来のために投資をしているっていう感覚で自分の体、自分の将来をもう少し考え直してみてほしいなと思って、この動画を撮りました。はい。今日は以上です。